はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の動きも解説もね途中で入れながら、最後にはオラクルカードも引きますので最後までご覧ください。それと、星の動きを実生活に入れたいなとか、タロットが好きですっていう方は私の方でメンバーシップをやっていますので、よろしければ概要欄からこちらも詳細ご覧ください。それともう一つ、毎月月末に翌月の星の動きを LINE で配信していますので、お友達登録まだの方はぜひお待ちしております。それでは行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月前半です。ワンド8、ペンタクルスエース、デビル、スター、ペンタクルスのページ逆、そしてソード10逆、そしてカップエース逆ですね。気をつけることや対策はワンド10の逆とフール逆、そしてオラクルはワンドエースの逆です。はい、なるほど。ちょっと星の話をね先にさせていただきたいんですけども、このね5月の前半っていうのはこうなんていうのかな、普通に稼いでどうのこうのっていうことではなく、もっと大きなお金を使って何かをしたいって思ったり、ちょっと夢が大きくなったりして、日常ではない何かもっと大きなものを現実化するためにはもっと大きなお金がいるなって、それをどうやって工面しようかなとか、どうやって使っていこうかなって思ったり、またはこれまでコツコツ貯めてこられた方だったら、せっかく貯めたこのお金を何に生かそうかなとか、何か重要なご自身の人生の決断に対して大きく価値あるものを使いたいっていう風になりやすい時なんですね。でこの時は、現実的に言うとお金のことがよく出るかなっていう風に思うんですけども、例えば保険の見直しをしたりとか、ローンの組み替えをしたりとかっていう風に、何かこれまでやってきた経済の流れというものを何か少し違う形にして、もう少し進んでいきやすくするとか、もう少し夢の方に向かっていくとか、そんなことを考える、そんなことに携わるきっかけがあるんじゃないかなっていう感じがします。で実際そういう物質的なことだけではなくて、この時期っていうのはものすごい、この5月っていうのは宇宙から恩恵が届いていまして、この2024年の中でも最もね5月っていうのは大きく羽ばたいていくというか、盛り上がるいい天気なんですよね。なのでこの大きく何かが発展していくよっていうエネルギーをご自身にプラスに使っていただければ、どっちの方向でこのエネルギーを使おうかっていうのがはっきりしてきますし、いい風にね自分で現実を作っていけるので、とても活かしやすいと思います。でシンプルに言うと、宇宙からの応援がたくさん来ていて、日常生活のこまごましたことではなく、もっとバックグラウンドの大きな人生の土台みたいなものを整えるように、そこをうまくね調整していけるような流れがこの5月の前半に起こってくるんじゃないかなっていう感じです。なので皆さんの生活の中で、今じゃあ自分の生活のバックグラウンド、何を整えればもっと過ごしやすくなるかなとか、自分の夢に近づくかなっていうことを考えていただけると、そのことに関した出来事やきっかけが5月前半にあるかなっていうふうに思います。でその中でバックグラウンドを変えていく、調整していくっていう中で一番起こりやすいのは、自分がどれだけ信頼、その出来事をねうまくいくっていうふうに信頼しているかっていうこともそうだし、それに対してどれだけなんていうかな、自分の力だけじゃない何かの流れっていう、運勢の流れみたいなものがちゃんと自分に届いてるっていうことを感じられるかっていうのもとても大事だなっていうふうに思います。もう一つ、5月の1日からもう火星というねバイタリティとか切り開いていく力とかチャレンジする力っていうのがパートナーシップのところに入ってきているので、天秤座の皆さんにとっては。なので誰かに対して挑んでいくとか、ちょっと言いにくかったことも言ってみるっていう風にできる方もいらっしゃると思います。なので
こう見えないところから大きなエネルギーが届いていて、例えば親のことを考えてみたり、自分のなんか老後のことも考えてみたり、親のこれからのことも考えてみたり、または自分の人生の家のローンのことだったり、将来的なことだったりっていう、何かね大きなバックグラウンドに対してこう恩恵が来てるってなったら、現実的には自分が何かのことを言っていかなきゃいけないとか、アプローチしていかなきゃいけないとか、関わっていかなきゃいけないっていうのがあるので、それに対して火星は頑張ってねっていう形で、ちょっと怖いけど自分の意見をしっかりと伝えてみるとか、挑んでみる、アプローチしてみるみたいなことも起こりやすくなるかなと思います。そして5月の8日がね新月なんですけども、もう本当に8日以降ですね、中旬っていうのも本当に豊かな時なので、ぜひ何が起こっているのか、この状況の中で、この起きてる状況を通して自分にとってこの起きてる出来事っていうのはどんな風に自分のバックグラウンドを整えるのかなっていう風に感じていただけると、とってもプラスに活かせると思います。でその上でちょっとタロットを見させていただきますが、タロットっていうのはこう、リーディングを聞いた後に皆さんの行動を変えればすぐに現実って変わってくるので、星の動きのように絶対変わらないものではないのでね。でそれで見てみると、やっぱりワンドの8っていうのは入り口がねワンドの8なので、ものすごく流れが強いというか、何かが起きているみたいな、もう自分が遠くに行く機会がなんか増える、出張が増えるとか、旅行に行くとか、今までとは違うエリアまで自分が足を伸ばすみたいな、何かこうそういう流れが来てるなっていうことを感じてらっしゃるんじゃないでしょうか、この数ヶ月で。特にそれが4月から強くなってるかなと思いますし、またペンタクルの S っていうものが、障害とか状況のところに出ているので、こう何かをしていくには本当にしっかりとした基盤がないとダメなんだとか、それにはどれぐらいのお金がかかるんだとか、こう堅実的にいかなくちゃっていう思いがありますね。だけどとてもいい何かの始まりがある。これは長い時間をかけてしっかりと築いていきたい何かが生まれるっていう感じがとてもあります。もうそれが生まれてるんじゃないかなっていう感じがしますね。そしてそのことでものすごく自分が集中していたり、こだわっていい意味で言うと集中だしこだわりなんですけど、悪く言うと執着してしまったり、そのことで頭がいっぱいみたいになっていたのかなっていう感じもします。ただ本当にそういうのって紙一重ですよね。自分がいい意味で集中とか、今はこれに集中っていう風にしてるとそれはすごく楽しいことですけども、自分がそれに執着してしまってるってなると、自分が、要するに手綱を握ってるわけではなく、なんかこう流れてる出来事に飲まれているみたいな感じになってしまうので、あくまでも起きてる出来事はこうねスピード感があっていろいろわーってなってるかもしれないですけども、自分がこの状況の管理者であるという感覚を忘れないようにしてくださいね。どうなっていくの私みたいなこう流れにただ飲まれて翻弄されて何かにすごいこだわってっていうのではなく、いろいろ起きてるけどこれ全部自分にとっていいことなんだなってこう達観した目でその状況を見ていただくと、ものすごくコントロールしやすくなると思うんですね。そしてそれだけ強い衝動があるっていうことは本当に自分にとっての大事なメッセージかもしれないですし、大事なこう目的に向かっていくきっかけかもしれないので、何か大事なことがやっぱ4月ぐらいにあったんじゃないかなって感じがしますね。そして現在はそれを踏まえて、よしいよいよ頑張ろうみたいなね、すごくいい理想に向かって進んでいく流れがありますね。いいですね。でゆっくりとそれは形作っていくっていうふうに言われているので、焦らずにやっていく感じですかね。大きな野望とか夢を持つのは全然悪くないことですけれども、その大きすぎる夢を持って今の現実とこう比べた時にそれが強すぎるっていうふうに思わずに、一つずつこなしていくんだっていう時間をかけて、一つずつこっちに行ったらやっとこれが見えた、だからこっちに行ってみる、こっちやったらやっとこれが見えたからそっちに行ってみるみたいな、そういう感じで最初から大きなルートが分かってるわけではないっていうのを覚えておいてください。そしてその後ですね、なんだかこう死ぬ気でやるみたいなね、当たって砕けるっていうようなエネルギーがあります。死ぬ気でやってみたら夜が明けたみたいな、なんかそんな感じがあるので、人生にとって大きなチャレンジなのかなっていうふうに思いますね。はい、ちょっともう一枚放送を見てみようかな
戦車っていうことで、怖いけどやってみるっていうことですね。やっぱりいいですね、このチャレンジ精神。これによって何か開かれるものがあるし、それ思い切ってこう怖いんだけどやってみた結果、すごい溶かされていっている感覚、あよかったとか、なんか私言えたとか、なんだかとてもね、ぴょんぴょんって飛んでいきたくなるような嬉しい感情があります。まだ私から見ると逆位置ですけれども、それでもね、その喜びの方に向かっていってる自分が楽しいっていう感じもありますので、その感覚大事にしてほしいなと思います。そして気をつけることや対策としては、ワンドの10とフールっていうのが出ているので、ワンドの10の逆位置っていうのはもう本当に無理して頑張っていたことを手放すっていうことなんですよね。これまでの自分は1から10までこのことをやらなければうまくいかないんだと思っていたけれども、もうそれやめてしまおうみたいな、もう今自分ができることだけで十分だ、その無理に何かを得て自分を大きく成長させてからでないとできないわけではなく、今の自分だからこそできることで十分だっていうような感覚で、何か重荷を手放す、責任を手放すことによって非常に軽くなる感じがあります。そしてやっぱりフールの逆位置って物事が本当にこう逆転していくみたいな感じがあるので、すごい怖いと思ってやってみたらすごい良かったっていうこともありますし、ものすごく計画立てて全部計画を遂行していった結果、この計画なくてよかったねみたいなことに気づいたりとか、なんかそういうね面白い気づきが起こりそうだなと思います。そしてなんといってもこの5月前半のキーカードっていうのがこのワンドのエースなんですね。私から見るとまだ逆ですけれども、ワンドのエースっていうのは何かのね扉を開く鍵があるよと。そしてその鍵を開いて自分なりに人生を作っていく面白いこうドラマが始まるよみたいな感じなんですね。いいですね。ただそれは何もしなくてもそうなっていくっていうのではなく、やっぱりちょっと自分できっかけを作ったりとか、ここのねちょっと怖いけどやってみるっていう何か自分の中での打開策とか、そういうものをやってこそその扉は開かれるんだよっていう感じ。最初から開かれた扉があってはいどうぞ入ってくださいではないということですね。この扉開くのかな、大丈夫かなって言いながらガチャって開けてみたらよかったみたいな、そんな感じなんです。でその扉を開ける鍵っていうのが、今までの自分の思考癖でこうやって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 こうやったら開くんだって思っていたのが、それ全然関係なかったねみたいなもっと簡単な方法で自分らしさで実はその扉を開けることができるねっていうようなことがあると思います。ちょっと全体の流れはそんな感じなんですね。でこれをお仕事で言うと、仕事の流れが早いっていうか、こうなんかどんどん自分はそんなつもりがないのにどんどん仕事の話が来るとか、それによって翻弄されてもう嫌だって思っていたけれども、その中で自分の意見をきちんと言ってみる、これ以上はできませんとかこうしたいですとかっていうのを言ってみたら、じゃあ考えてみますっていう形で完全否定はされないという感じですね。すぐにそれに対してのいい返事が来るというわけではないですけれども、完全否定はされない。そして自分なりに言えたっていうことで自分の気持ちもすごくすっきりするということで、結果はまだ保証されていませんが、何か自分の働き方に対しても理想に変更していくためのいいきっかけがあるっていう感じです。ただね、この数ヶ月ってやっぱり天秤座の皆さんにとってはやっぱり人間関係すごく強調されていたので、人間関係においての動きも強いだろうなと思います。ですので人間関係とか恋愛に関して言うと、すごくいろんな人となんか急に出会ったりとかして、ここまでの流れの中でね、でそのことにすごいこだわったりとか、もしくは過去にすごく強く関わった人に対して自分が強いこだわりを持っていたり、もう忘れたいのに忘れられないとか、その人のなんか嫌な記憶みたいなのがこびりついてるとか、そういうのあったかもしれませんけども、そういうのもなしにするみたいな感じがあります。そういった嫌なことも含めいいことも含め強烈な体験っていうものを通して、それを経験した自分っていうのが今のベストであり、今の自分だからこそ進んでいける道があり、自分がこうでなければならないという思いではなく、自分はこういう人ですと、もう自分はこういう人なんですってもう全部見せちゃうぐらいの感覚で人に向き合っていくと、とても受け入れられやすいというか、
別に戦うつもりじゃないんです、何かをコントロールしようとするつもりじゃないんです、ただ私はこうなんですっていうスタンスでいくことによって非常に滑らかにいい形で関わりつつ進んでいけるんだなっていうふうに思います。ただ人とうまくやっていきたいという思いが強いがゆえにちょっと気を使いすぎたりとか、こんなこと言ったら嫌われるかなみたいなこともちょっとこの時は言ってほしいなっていう感じはありますね。なぜならばそれが別に相手を傷つけようとして言うことではなく、自分の中の真実として自分のニーズとしてこれだけは分かっててほしいっていうことは伝えていいと思うんですよね。でそれによって相手の反応を気にしすぎることなく、そう伝えられることによって相手も別に自分を責めてるわけじゃなく、そうだったんですね、すいませんみたいな形になったりとかするので、なぜ肩の力が抜けるというか、ちょっとホッとする感じがあるんですよね。ですのでビジネスにおいても人間関係や恋愛においても勇気を持って何かを言ってみる、自分の真実のことを伝えてみることによって溶かされる、馴染むみたいな、感じがありますね。なんとなく伝わりましたでしょうか。星の動きではね、すごい超現実的なお金のことが起こりやすいかなと思いましたけど、カードではやっぱり自分の中の恐れ、たくさんの応援が届いている時だからこそ、自分の中の恐れをに向き合って何か一歩をきっかけを作ってみることによって扉が開かれようとしているみたいな感じですね。はい、そんな感じかな。ちょっと最後にオラクルカードも見させてください。はい、こんなカードが出ました。このカードを見て皆さんも皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてください。すごいセブンチャクラですね。パワー、トゥルース、コネクションということで、やっぱりなんていうのかな、自分の中にもいろんな自分がいると思うんですよね。すごくバイタリティの強い自分だったり、ちょっと怒ってる自分だったりとか、強い自分だったり、ナイーブな自分だったり、弱い自分も含めね、いろんな自分っていうものが全て自分であり、それらが全部統合されて必要なところにつながっていくよっていう感じがするので、自分の中の一部を否定しないでほしいっていう感じがしました。これはこういうとこはいいとこなんだけど、こういうとこはダメなのよねとかってみんな思いやすいですけども、それも全部含めて自分であり、その全ての自分っていうものが今受けてる恩恵で何かを成し遂げていける、何かを進めていけるっていう感じがしますので、自分の全てを受容してほしいというか認めてほしいですね。こういうとこは嫌だけどと言わずに、自分の全てを認めるっていう風にしてもらえたらいいコネクションになれそうですね。これは自分自身のコネクション、体と意識のコネクションもそうですし、他者とのコネクションもいいつながりができそうだなというふうに思いました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かね、分かりました、こうやってやってみますっていうものがあれば、ぜひコメントで教えてください。いいねボタンやチャンネル登録もお待ちしております。次回は5月の中旬ぐらいにまた後半のものをアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ5月の前半楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。